こんばんは。今日は2ヶ月ぶりにコストコに行ってきたので、買ってきたものを紹介します。2ヶ月ぶりってことは、今年初めてのコストコでした。今回は食材が多めの買い出しとなっております。まずは10キロのブレンド米ですね。去年くらいからお米ってすっごい高くなりましたよね。私の家の近所のスーパーだと5キロで3500円から4000円ぐらいするから、10キロでこの値段は本当にありがたいですね。3人暮らしでおいちゃんも弟もお米をすっごいよく食べるから、5キロのお米を買っても1週間から1週間半くらいですぐになくなっちゃうんですよ。なのでいつも白米と玄米を混ぜてご飯を炊いたりしてるんだけど、この量あると当分は安心できますね。チューリップも買いました。めっちゃ可愛い。今年は毎月お花を買うっていうのを目標にしていて、今月2月はバレンタインデーがあるからピンク色っぽいお花が欲しくて、それがちょうど理想的なお花だったから購入しました。チューリップが12本入っていて1498円です。お部屋に花を飾ると部屋を掃除しようっていう気持ちになれるから、これからも定期的に置きたいなって思ってます。もうすでに春っぽくてすごい可愛いですよね。グリルレタスも買いました。サラダにも使えるし、レタスチャーハンとか何かお肉を炒めてそのおかずの下に敷いたりとかいろいろ使えるから、レタスはよくコストコで買ってます。これは前回も買ったきのこの盛り合わせです。12月にも買ってめっちゃ美味しかったんですよ。どのきのこも新鮮だし、前はきのこ鍋を作って半分くらい一晩で食べました。贅沢な食べ方だけど、これがあるときのこ鍋も作りやすいから、今回また作るのもいいなって考えてます。ちなみにきのこはブナティとマイタケ、ヒラタケ、ブナシメジが、この4種類が2セットずつですね。ここにエリンギが入ってなかったので別でエリンギも買っておきました。これは私がほぼ毎回買ってるエリンギです。一気に食べられなくても冷凍して使えるから、このキノコ類が冷凍庫にあると本当に助かってます。スープに入れたりとか、野菜炒めに何か他に具材入れたいなって時にキノコを入れるのもおすすめです。これもよく買うものの一つ、国産ブロッコリーです。このブロッコリーのいいところは、もう最初から切られてるので、これを鍋で湯がいて食べることができるっていうのがめっちゃ楽で時短にもなってます。でこのブロッコリーもジップロックとかに入れて冷凍しておくと、シチューを作る時とかスープ類を作る時に何か緑の野菜入れたいなってなったら、ブロッコリーを冷凍庫から出してもう一度茹でてるから、そのまま入れるだけですぐ食べられるんですよ。1キロ入っているナスも買いました。めっちゃ長くないですか？私の手のひらの長さより長い。焼きナスにしたり麻婆ナスにも使えるし、あとは私はこのナスをちょっと細めにカットして豚バラ肉で焼いて食べるのが好きなので、今回もそれは作ろうと思ってます。続いてはカルビーのじゃがいもです。これかなり大容量で、カレーを作ったりシチューを作ったりするのにもいいし、じゃがいもがあるとメインの料理も作りやすいので、グラタンとか肉じゃがも作りやすくなるし、このじゃがいももよく買ってます。でじゃがいもは一つ一つ新聞紙やチラシとかで包んだりして保存すると長持ちするから、今回もそうやって保存します。いちごも買いました。そろそろバレンタインデーということで、いちごを使ったレアチーズケーキを作ろうと思って今回いちごを選びました。ちょっと小ぶりサイズだからスイーツ作りにも使えそうだなって思って、でもこのいちご単体で甘くて美味しそうなので、これはレアチーズケーキの中に入れるんじゃなくてトッピング用で使いたいと思います。マスカルポーネロールです。私ずっとこれ食べたかったんだけど、ここ最近コストコに行ったらディナーロールしかなくてなかなか買えなかったんだけど、今日行ったらあったので買いました。24個入りで848円なので1個あたり35円くらいか。明日明後日で食べる分は常温で置いておいて、すぐ食べきれない分は
一つ一つプレスンシールで包んで冷凍庫に入れておきます。食べるときはレンジでチンしていつも食べてます。蜂蜜も買いました。ハニーベアの蜂蜜です。私が今使ってた蜂蜜がちょうどなくなるタイミングだったから、ずっと蜂蜜買わないとなって思ってたんですよ。それがコストコでこんなに可愛い蜂蜜を見つけたから買っちゃった。これが3つセットになってます。こうやってつながってるんですよ。賞味期限が来年の11月4日かな。2027、11月4日って書かれてるから、来年まで持つならきっと全部使い切れるだろうって思って買いました。パンケーキにかけて食べたりとか、あとは最近作ったベーグルで、お湯でベーグルを茹でるときに蜂蜜も入れるんだけど、それにも使えるし、本当に蜂蜜っていろいろ使えるので、これぐらいあってもすぐなくなりそうです。米油も買いました。これ私今回間違って買っちゃって、本当は前にコストコで買った太白ごま油を買おうと思ってたんですよ。これです。これがもうね、あとちょっとしかなかったから、これを買う予定だったんだけど、なぜか頭の中で米油って思っちゃって、こっちを買っちゃいました。でも揚げ物にも使いやすいし、米油ってお菓子作りでも使えたっけな。後で調べてみます。揚げ物とか普段の料理には使いやすいから、とりあえずこれを1本使い切ります。長芋も買いました。長芋を食べるときはそのままとろろにして食べるのが一番好きな食べ方です。よく納豆を食べるんだけど、そこに入れるだけでもツルツルっとして食べやすくなるし、お好み焼きに入れたりしてもいいですね。この前買った時はすぐに食べきれない分がちょっとだけあったから、それはとろろにしてでラップに包んで冷凍保存してました。そうすると自然解凍したらまたすぐにとろろが食べられるんですよ。その食べ方もめっちゃおすすめです。冷凍したからといって味も全然変わらなかったので、今回ももし余りそうだったらそのやり方で保存します。あと他にお肉類はちょっともう重くて出しづらいから冷蔵庫に入れたまま紹介するんだけど、豚ロースも買いました。とんかつを作りたくて厚みのあるロース肉です。他には豚こまも買いました。私的にコストコで豚肉とかひき肉とかお肉類を買った月は1回分のお会計で見たら結構食費を一気に使っちゃうから高いって思うんだけど、その月単位で見たらその分近所のスーパーでお肉を買う頻度が減るので、結局は同じかコストコで買った方がちょっとお得かなって思ってます。あとはひき肉も買いました。コストコのひき肉が肉々しくてみんな好きなんですよ。ハンバーグを作ったりタコライスのミートにとってもよく合うのでよく作ってます。あと今回初めて買ったんだけど、刺身用の赤エビも冷蔵庫の中に入ってます。これが刺身用だからそのまま食べられるし、すぐ食べない時はちゃんと下処理して冷凍したりとかできそうです。あとはキッチン泡ハイターも買いました。これ前回も買ってて、ちょうど最後の1本があともうちょっとでなくなりそうだったので今回も買いました。本体が1つと詰め替えが2つ入っています。水回りの掃除にすっごい便利で、これをかけるだけでも割と汚れは落ちてくれるから我が家には絶対必要なアイテムです。あとはクレラップも買いました。クレラップはめっちゃ消費するから、だいたいコストコに行くとき2回に1回くらいは買ってるのかな。あとは今回も買ったトイレットペーパーです。前にコストコで買ったトイレットペーパーがなくなってて、近所のドラッグストアで買ってたんだけど、やっぱりコストコのがいいよねってなって今回も買ってます。あとはおいちゃんが仕事用に飲むお茶です。お茶屋さんの緑茶っていう名前のお茶で、前回も買っててリピ買いしてました。味も美味しいしラベルレスだから剥がす必要もないし、あとは買いに行く手間も省けるから楽らしいです。今紹介したのが今回のコストコ購入品でした。合計額が34,000円でした。でここからコストコのリワードが付与されてたので、それも使って3万円くらいで買いました。毎年2月になるとその前年にコストコで使
使った分の金額のリワードが付与されるので、割とリワードは早めに使っちゃうタイプです。でも今回お米も10キロ買えて、お花とかいちごも買えたので、すごい満足したコストコでのお買い物でした。また次回コストコに行くのが楽しみです。本日もご視聴いただきありがとうございました。